はい、皆さんこんにちは。八谷虎子です。動画を撮っていきます。はい、今日は、女装を始めたきっかけ、についてお話を、していけたらなと。はい、そうなんですよね。普段は特に女子の格好をして生活しているわけではなくて、そうなんですよ。男性なんです。心も体も、普通のストレートの、男性で、特に、ジェンダーなんとかとかそういったものではなくて、ただこういった女子の格好をして、動画を撮ってるだけなんですけど、だからなんだろうね。コスプレだね。そうだね。コスプレの延長だと思ってもらえたらと思います。はい。なんか女装って聞くと、何か性同一性なんちゃらなんじゃないかとか、いろいろ思うと思うんだけど、普通にコスプレです。はい。そうで、きっかけはね、これ話せば長いんですよ。長くなるんです。今お時間大丈夫ですか？もしなんかやることとかあったら先にそれ済ませてもらって、全然先トイレとか行ってもらって構わないですし、用事がねあるんであれば先にそれを済ませていただいて、ちょっと長くなるんで。で、きっかけはね、今から5年4年4、5年前、になります。で、今まで一度も女装とかはしたことがなくて、でその時はなんて言ったらいいんだろう。なんて言えばいいんだろう。当時普通に年齢を普通に年齢がバレますけど、当時30歳当時、じゃあ今お前は何歳なんだって話なんだけど、置いといて、30歳当時になんか人生がちょっと真面目な話になって申し訳ないんだけど、なんか普通に生きててなんかつまんないなって思って、そうで、仕事もあんまり長続きしないとか、プライベートもあんまりうまくいかないみたいな、いろいろ悩んでいた時期があったんですよ。人間誰でも悩むことあるじゃないですか。はい。で悩んでた時があって、でその時にカウンセリングみたいなやつ、なんだろうな、海外のやつとかグループカウンセリングとかをイメージしてもらうと分かると思うんだけど、ほらいろんな人が参加者さんが輪になって話して自分のことを話すみたいな、ああいうのあるじゃない、あるんですよ。そういうのに、参加してみようと思って、で実際にそういった、心理学というかカウンセリングのグループみたいなやつに一回参加したことがあって、でその時になんかニッチもサッチもどうにもなニッチもサッチもどうにもいかないんですよと。仕事もつまんないしとね、お金もないしって毎日楽しくないんですって話をして、なんか生きてる意味が分かんないんですっていうようなことで、そこに行って、でそこで自分のことをいろいろ話していく中で、若干すっきりした部分はあったんだけど、なんか毎日やっぱりつまんないなと、漠然とした悩み漠然と毎日楽しくないと、生きている意味が感じられないと。でその時にそこにいた方、先生というか講師の人、が一個言ってたのが、はーちゃんさん、じゃあ、今までと真逆のことをやるときっと楽しくなると思いますよっていうアドバイスがあったわけ。でもそれはそうなんだよね。今まで、の選択の積み重ねじゃない、今あるのって。だから今の現状が、その30歳当時ね、30歳当時すごいつまんなかった。つまんなかったなんでかって言ったら、自分でそのつまんないっていう選択を、別に変な宗教とかじゃないよ。つまんなかったっていう選択をずっとし続けてきたんだよね。だから今まで自分でそれを選んできたのであれば、その逆の、ことを選んだら楽しくなるよね。そうだよね。
そうっていう話があったもんで、じゃあ逆のことってなんだろうって考えたわけ。で、まずこの女装の写真を撮るっていう話の前に一段階あって、今まで自分の中で価値を見出していなかったもの、いらねえなって思ってたものは何だろうっていうところからまず探したわけ。いらないなって、これ何の意味があるんだろうって、バカみたいだなぐらいに当時のね自分が思っていたものを、見つけてそれをやるっていうことをやれば逆になるでしょ。で考えた結果、たまたまその当時、自分の、知り合いの界隈で多かったのが、お金を払って大金をその1万2万3万4万5万とかっていう満額を出して払って、大きいカメラでプロの人に写真を撮ってもらう、っていうのがなんかね、その思い出作りに撮りましたとかっていうその、自分の友達界隈で流行っていて、知り合い界隈で、でそれを見て自分としてはよくそんなのに金出せんなって当時はね思ってたわけ。当時は自分はその写真を撮られるっていうことに関して価値を見出してなかった。だからそこに何万も払って自分の写真を撮られる意味のなさっていう風に思ってたんだけど、じゃあそれをやろうと思って、でそれでプラスとして、プラスアルファとして普通に撮られただけじゃつまんないなと思ったから、だからなんだろう、オールヌードではなくてセミヌードね、男性の状態で、そう男性の状態でセミヌードぐらい撮ってやろうと、じゃないとなんか人生変わんないだろうなって思ってて、なんかね大きく変えたかったんだよね。だから知り合いの知り合い知り合いの知り合いの知り合いみたいなねの写真を撮ってくれる写真家の人に、お願いをして、普通に男性の状態でウィッグとかもつけないで男性の状態で、思い出として記念として、セミヌードも撮ってみたいですと、普通に素人ですよ別にどっかに所属してるとかじゃないんで、っていうのをやってみて、でやってみて出来上がってみたりとか、どっかに自分からスタジオに行って裸になるとかっていう経験もないわけだから、それをやってみた時に意外となんか実際やってみたら面白いんだなっていうのが分かったわけ。そう意外とね、なんか思っていたよりも悪くはないなみたいな。別にそれが答えじゃないというか、そこに行ったからといってじゃあ僕はセミヌード、モデルとして活躍したいとかね、そういうふうに思ったわけじゃないんだけど、なんか人に写真を撮られるっていうのは面白いなっていうことがそれで分かったわけ。だから今までやっていなかったいろんな選択肢の中の、一つにその写真っていうのが入ったんだよね。で一回それで味を占めたもんだから面白かったから、じゃあまた、次のパターンでもう一回ぐらいね写真を撮られたいなって思ったの。でその時じゃあまた逆の発想だよね。男性の体で、男性としてなんかおっすみたいな、男性だぞどうだみたいな感じで、写真をその時はヌードで撮ってきました。セミヌードね。そうでじゃあ次はっていうと、じゃあその反対どもっちゃった、その反対はなんだろうって考えた時に男装の逆だから女装よねっていう発想に至るわけだよね。だし、あとはね今まで人から、褒められたこと、が過去多分人間生きてれば多分人から褒められることって一度や二度はあったはずなのよ、誰しもが。ただ、その時にその言葉をね受け取ってなかっただけで自分が。だから、その時に過去に今まで、自分が褒められたことは何かないかなってぐるぐるって探して、で分かりやすくさ、例えば歌が上手ですねとかこの仕事が上手ですねとか、
何々ですねみたいな、そのもっと分かりやすい褒め言葉とかをその時に思い出せばよかったんだけど、その時何にも人から褒められたっていう言葉を思い出せなくって、でその時に思い出したのがね、子供の頃っていうか学生の頃、高校生とか、で高校生の時に同級生の男の子がなんかトラちゃんさって、なんか女装とかしたらすげえ可愛くなるんじゃない、女装とかすごい似合ってそうだよねって言ってくれた思い出をちょっと思い出したわけ。でもちろんその男子の同級生もふざけて言ってたんだよ。ふざけて言ってたんだけど、でも言われたことは事実だから、言われたそれをまんま受け取って行動に移してみたらどうなるかなっていうので、試しに女装もやってみたの。その時に。だから逆の発想っていうのでやってみた。だから別に昔から女装したかったわけでもなければ、女子の格好が好きだったわけでもなく、ハロウィーンの感覚よね。でやってみたら、その時に意外とハマって、で面白いじゃんって、なんか意外と楽しいっていう、ただそれだけなんだけどね、面白いっていうところ、だから、やりだした理由としては、すごい長くなっちゃったけど、それまでの人生がすごくつまらなかったので、何か楽しいことをしなきゃなって思って、必要に迫られて仕方なく逆の発想でやっていった結果、楽しかったっていう、お話です。そんな感じです。また何かあれば撮りたいと思います。質問とかあればコメントいただければ返します。あとこれあんまりね、この女装の格好をするっていう機会を別に頻繁にしてるわけじゃないので、何本撮りとかになるんですよ。これ多分3本撮りとか4本撮りとかなので、回答にはね、回答の動画にはタイムラグがありますが、ご容赦ください。ということで、じゃあトラコでした。またねー。